もし皆さんの家にある電子レンジに使い終わったプラスチック容器を入れたらどうなるでしょうか。おそらく熱で溶けてドロドロになり、最後は焦げて煙が出るだけですよね。しかし三菱電機が開発したある特殊な電子レンジは違います。なんとプラスチックを一瞬で蒸発させ、新品同様の綺麗な原料に戻してしまうのです。その処理スピードは従来の世界記録を大きく塗り替え、一気に5倍という圧倒的な効率を叩き出しました。今回のテーマは三菱電機が発表した衝撃の新技術、マイクロ波によるケミカルリサイクルです。なぜ化学メーカーではなく家電やレーダーを作っている三菱電機が化学業界の長年の難問を解決できたのでしょうか。その秘密は常識外れの 10GHz という周波数と物理法則に富んだ扉のない電子レンジという逆転の発想にありました。今回は廃プラスチック問題に終止符を打つかもしれないこの日本初の技術を深掘りします。三菱電機が開発したこの技術、一体何がすごくてどうやって動いているのか、その中身を分解していきましょう。まず皆さんにイメージしていただきたいのはやはり電子レンジです。皆さんの家庭にある電子レンジはスイッチを入れると食品が温まりますよね。あれは目に見えないマイクロ波という電波が食品に含まれる水分を激しく振動させて、その摩擦熱で内側から温めているからです。これを科学の世界に応用すると、プラスチックを分解するための触媒や原料そのものを直接、しかも急速に加熱できるため、以前から注目されていました。しかし、実際に使うには大きな落とし穴はありました。実は、家庭用電子レンジで使われている 2.45GHz という周波数は、プラスチック分解用の触媒を温める効率が良くないのです。そこで三菱電機が膨大な実験の末に見つけ出した答え。それが約 10GHz という家庭用の4倍近い高い周波数帯でした。この周波数を使った瞬間に状況は一変します。これまで反応の鈍かった触媒がまるでスイッチが入ったかのようにマイクロ波をぐんぐん吸収し、猛烈な勢いで発熱し始めました。これを専門的には選択的加熱と呼びますが、要するに狙った相手だけをピンポイントで狙撃して熱くする技術です。結果としてプラスチックの分解反応にかかる時間は劇的に短縮され、従来の5倍という驚異的な効率を叩き出しました。しかし周波数を変えただけでは実験室での成功に過ぎません。これを工場で使える実用的な装置にするためには、もう一つの壁を乗り越える必要がありました。それが扉の問題です。想像してみてください。電子レンジを使うとき、必ず扉を閉めますよね。もし扉を開けたままスイッチを入れたら、強力な電波が外に漏れ出してしまいます。人体に有害ですし、周りの電子機器も壊れてしまいます。そのため、これまでのマイクロ波化学プラントは、材料を入れる、扉を閉める、加熱する、冷ましてから扉を開けるという、いわゆるバッチ処理しかできませんでした。これでは、ベルトコンベアで次々と流れてくる大量のゴミを処理することはできません。どんなに加熱が早くても、扉の開け閉めで時間がかかってしまうからです。三菱電機はこの問題を解決するために、物理的な扉を排除した独自の技術を開発しました。それじゃあ電波が漏れて危険なんじゃないの？と思われますよね。ここで登場するのが、同社のレーダー技術を応用した特殊な電波の壁です。装置の入り口と出口に特定の形の金属構造を取り付けることで、そこを通ろうとする電波だけを打ち消したり、跳ね返したりする見えないカーテンを作り出したのです。デパートの入り口でドアが開いているのに冷房が逃げないエアカーテンをご存知でしょうか？あれの電波バージョンだと考えてください。この技術により、
プラスチックゴミを乗せたベルトコンベヤが止まることなく装置の中を通過し続けることが可能になりました。入り口から入ったプラスチックは 10GHz の強烈なエネルギーを浴びて一瞬でガス化し、そのまま出口へと流れていきます。最適な周波数と止まらない連続処理。この2つが組み合わさることで、三菱電機の技術は商用化が見えるレベルへと一気に進化しました。そんなにすごい技術なら、なぜ今まで化学メーカーや他の専門企業は思いつかなかったのか。実は、そこには餅は餅屋という言葉だけでは片付けられない、業界特有の意外な盲点があったのです。なぜ、科学のプロである大手化学メーカーが、この 10GHz や扉なしという発想にたどり着けなかったのでしょうか。それは、彼らが化学反応の専門家であって、電波制御の専門家ではなかったからです。プラスチックを分解して元の原料に戻すケミカルリサイクルという技術自体は、決して新しいものではありません。これまで主流だったのは、巨大な釜の中にプラスチックを入れて、外から火でガンガン炙る外部加熱という方法でした。プラスチックには熱を伝えにくいという厄介な性質があります。この熱の伝わらなさを一挙に解決したのが、先ほど登場したマイクロ波でした。中から直接温めるので、効率が良いのは間違いありません。しかし、業界全体が 2.45GHz の呪縛にとらわれていたのです。家庭用電子レンジに使われる 2.45GHz の部品は世界中で大量生産されており、非常に安くて手に入りやすい。だからこそ、多くの研究者や企業はいかに 2.45GHz を使って頑張るかという方向に知恵を絞りました。その結果、相性の悪い周波数で無理やり加熱しようとして効率が伸び悩み、さらに電波漏れを防ぐために頑丈な扉で密閉しなければならないという常識を疑うことができませんでした。ここに三菱電機が参入する最大の商機がありました。同社からすれば電波はレーダーや通信衛星、携帯電話基地局などで何十年も自在に操り続けてきた制御すべき波だったのです。漏れるのが怖いなら波の性質を利用して入り口で打ち消してしまえばいい。この電機メーカーならではの技術が長年停滞していたリサイクル技術の壁を打ち破ることになりました。では、この常識破りの技術は実際にどれほどのインパクトを数字として叩き出したのか。具体的なデータと実績でその実力を確認してみましょう。三菱電機の発表によれば、今回の新しいマイクロ波技術を用いた場合、プラスチックの分解反応にかかる速度は従来の外から温める方式に比べて5倍に達しました。これまでプラスチックを溶かして原料へ戻すのに5時間かかっていた工程がたったの1時間で終わるということです。工場にとって時間はそのままコストに直結します。同じ設備、同じ人員で1日に処理できる量が5倍に増えればビジネスとしての採算性は一気に跳ね上がります。これまでリサイクルはコストがかかって儲からないと言われていた常識を根本から覆すパワーを秘めた数字と言えるでしょう。さらにエネルギー効率の面でも驚くべきデータが出ています。従来の化石燃料を燃やして温める方式に比べて消費エネルギーを約 50% 削減できる見込みです。必要な部分だけをピンポイントで加熱するため、無駄な熱が逃げないからです。これは企業にとって燃料代が半分になるというメリットだけでなく、工場からの CO2 排出量も大幅に減らせることを意味しており、脱炭素を急ぐ世界のトレンドにも完全に合致します。実際、化学業界からの注目度も非常に高く、すでに複数の化学メーカーと共同で2030年頃の実用化に向けた実証実験の準備が進められています。では、この技術が社会に実装された時、市場にどのような影響があるのでしょうか。
最後は、この技術がもたらす経済的なインパクトについて解説します。まず注目すべきは、顧客となる化学メーカーとの関係性でしょう。今、世界中の化学メーカーは非常に苦しい立場に立たされています。プラスチックを減らせ、CO2 を出すなという強烈な圧力を受けているにもかかわらず、リサイクルをすればするほどコストがかさみ、赤字になってしまうというジレンマを抱えているのです。そこに登場したのが、三菱電機のこの技術。コストを半分にして、処理能力を5倍にする装置というのは、彼らにとって喉から手が出るほど欲しい魔法の杖そのものです。今後、三菱電機は、この装置を単体で売るだけでなく、運用保守やシステム制御を含めたリサイクルソリューションとしてパッケージ販売することで、長期的に安定した収益を得られる可能性があります。これは、ゴールドラッシュの時に金を掘るのではなく、ツルハシとスコップを売って一番儲けた人のポジションを狙う戦略と言えるでしょう。さらに、この技術はプラスチックの価値そのものを変えてしまいます。これまでのリサイクルプラスチックは、色が濁っていたり強度が落ちたりするため、あくまで安物の代用品扱いでした。しかし、この技術で分子レベルまで分解してしまえば、石油から作ったばかりの新品と同じ品質のプラスチックに戻ります。今後、環境規制が厳しくなればなるほど、石油由来のプラスチックには高い税金がかけられる可能性もあります。逆に、この技術で作られたグリーンなプラスチックは、プレミアム価格で取引されるようになるでしょう。三菱電機は、その価値ある素材を生み出すための唯一無二の製造装置を握ることになるのです。もちろん、株式市場における評価にも変化が期待されます。これまで三菱電機のような大企業は、どうしてもオールドエコノミーとして、成長性が低いと見られがちでした。世界最高効率の環境技術という強力な武器を手に入れたことで、今後は ESG 銘柄やグリーントランスフォーメーション銘柄としての再評価が進むかもしれません。2030年の実用化に向けて、まだ乗り越えるべきハードルはありますが、科学という異種格闘技戦に電波という飛び道具で挑む三菱電機の姿は、日本の製造業が持つ底力を改めて証明してくれました。最後に、今回の動画の要点を3つに整理しておきましょう。1つ目は 10GHz の魔法です。家庭用とは違うプラスチック分解に特化した周波数を選ぶことで、従来の5倍という圧倒的な処理速度を実現しました。2つ目は扉のない電子レンジという発想です。特殊な電波の壁で漏洩を防ぐ技術が、これまで不可能と言われていた連続処理を可能にし、大量リサイクルの道を開きました。3つ目は、電気分野の技術革新による課題解決です。化学メーカーが苦戦していた課題を、三菱電機が電波制御という別次元の武器で解決した点こそが、最大のイノベーションでした。皆さんは、この技術が将来、私たちのゴミ問題を解決する救世主になると思いますか？それとも、実用化にはまだ課題があると感じるでしょうか？日本の技術、頑張れと応援したい方は、ぜひ高評価ボタンを押して教えてください。また、こんな企業の技術も知りたいというリクエストもあれば、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほど、と思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。